はい、こんにちは。ブルブル代表の村岡正則です。高橋祐介です。さあ、大晦日にしては、はい、あったかい今日ですね。そうです。パーカー1枚ですよ。なんか12月31日暖冬ではい、ということで本年度最後の動画です。最後の動画になります。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。で、最後ね、ちょっとデーゲームでそうですね、釣れるかわかんないけど、まあいろいろ話しながら、わかりました。トーク主体でめちゃめちゃ保険トーク主体で楽しみながらやりましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あれ、これベイトこの城じゃない？これ稲子じゃなくて、多分全部この城ですよね。大きめの跳ね方が、大きめにいるのは全部この城っぽい跳ね方ですね。今ガチペンの後ろの潮目のとこにもこの城であれ。まあでも今年はベイトにいっぱい騙されたけどベイトがいても釣れない秋だったからの、特にこの川払拭しましょう。そういえば特にこの川、まあやってりゃ釣れんだけど、なんかベイトがいるから爆釣するとは限らなかったな。いや今年はタッグバトルでユースケと一緒にやったじゃん。やりましたね。あれと今日だけじゃない、一緒に釣りするの。マジでそうかもしれないです。ずいぶん仲が悪くなったねそんなんじゃないですよ皆さん不仲説がそろそろ。そういえば先週島根行ってて、中海で佐藤京也君と一日釣りしたんだけど、石川以来だったから、あれ見てどうだったって言ったら、もうバトルの次以降猛烈に練習してんだって。なるほど。でしかも釣りの技術だけじゃなくて、メンタルとか、もうメンタルってだからあれ以降毎日バトルしてる感覚でやってます。なるほど。でもそれは成長するよっつって。佐藤さんのことが滝行とかしてるのかと精神面の仕様って何かな、座禅とか組んでるのかな。毎日腕立てさらに2倍やってますよ脳筋すぎる敗因はそこじゃねえみたいな脳筋すぎるそれ。来年やりたいタッグバトルとかある？来年ですか。一つね、中海でやりたい。ボートでビッグベイトの大会があるんだよね。でなんか同じルールでやりたいなと思って。なるほど。先週その主催者の人たち会ってて、いやブルブルで同じルールでやってもいいですかって言ったら、全然いいですよって言ってくれたんで。だってさ、バトルってどうしてもその1本を取りに行っちゃうから、活躍するルアーが決まってるじゃん。そうですね。だからやっぱなんか石川の時もコメント欄見てなるほどなと思ったのは、やっぱさナイトゲームのバトルが、その絵面の関係でないでしょ。そうするとさ、アイザーとかいまいち出番がないじゃん。確かに。ってなりがちなんで、やっぱり夜戦があってもいいなと思うし、ビッグベイト戦があるから、それこそスネコン220とかがさウィニングルアーになったりする、そういうのも見たいだろうなと思うんで、なんか来年はそういう方向にバリエーションを増やしてもいいような気がする。確かにそれは面白いですね。なんかある？やりたい企画。やりたいの、1本の最大魚とかのバトルも面白いかもしれないですね。最大魚1本狙うね。最大魚1本、それこそ熊本でやってもいいかもしれないですね。もうそれのトーナメントとかやっても面白いかもしれないですね。なるほどね。ブルブルの中で年間あれやって12人ぐらい選んで、勝ち抜いてって、それは面白そう。なんか上行きたい。上流行けます？流進落ちたい。流進。俺嫌いなんですよ、ロンジンさん。ロンジンさんもロケやってます。釣られるから。今日ね、大晦日なんですよ。大晦日。1年ありがとうございました。本当に。すみません。来年もよろしくお願いします。良いお年を。来年何年？来年。み年。や。釣れた？そうだ。釣った？今は朝ですか？朝。ついさっき。前ですか？あれもう今行っちゃったんだ。すごい量が。いやこの城いるねなんて言ってたら。いたんだ。やっぱどこも。でも上行っちゃったんだ。何で釣れたの？ブーの？これ借りてくね。
じゃあ頑張ってください。どこまで上がったんだろうこの城。いや、そんなと深いから。そんなタイムがあったんですね。あと5分早く。コインパーキングでもたついてるからね。それ社長に言われるの嫌ですね。もうそれあれ、いや、あれなかったらつくなり試合でさ、もう速攻終わって。結構ガチだしかも。ここもうちょい上行く。よし。さあ、じゃあこの辺やりましょうか。でもこの城追いついたよ。まだいるよ、まだ。一面かわかんないけど。今年発売のルアーで楽しいやつは何でしたか？僕はやっぱアウトスターになっちゃいますよ。アウトスターか。はい。調子いいよね。発売してから超過情報。そうですね。まあやっぱドンピシャルアーだよね。みんな釣ってくれてよかったです。あと他何が出たんだ今年？あとはエグイドが春出てます。エグイド。はい、エグイド。なんか春のエグイドは乗り切れなかったね。なんかあんまあれ自体ハクがいなかった。そうですね。なんか全国的なハクパターンがいまいち盛り上がってなかったです。全国的にいまいちだった気がする。確かになんか結構ハクを狙ったロケ組んでたんですけど、なんかことごとく変えた気がします。そうだよね。いまいちだってなって。むしろなんか夏になってアユとか、はい、そっちでのエグイドの超過の方がなんかすごい多かった気がする。なんか今年トップ系がじゃあなんか多いですね。そうだね。ガチポップ100と、あとガボツ120、ガボツ120、あとアイザー160、表層系ですね。今まで全くブルブルーにアイザー出るまで本当少なかったのに一気に。アウトスターも浅いしな。アウトスターもそう、浅いんで。本来だったら創業して2年目ぐらいには出ていいルアー14年も引っ張ったからなだってガボツの出る順番が引っ張ったっていうかやってなかったから。なぜ120が出る前になんか記念で200が出るんだっていう来年もさ面白いルアーいっぱい作ってるよ。なんかライトゲームで2つ相当来てんのが、ライトゲームですか？昨日ね、もうこれはいよいよ来年発売は見えたなっていうのが2つあって、だからユースケも見たらビビると思う。多分全然知らなかったです、そのライトゲームを進めてることね。ライトゲームはライトゲームチームになったから最近。俺もそれ昨日ほぼこんなんでいけそうですみたいなの見せてもらったんだけど。なるほど。なんかなんていうの、一番楽しい、まず足元でアクション見るじゃん。はい。思わずやっぱ笑顔が出て叫んでしまう、すごいそれって大事だなっていうのを思い出させてくれる。やば、これはやばいみたいな、そういうルアー。対象魚はメバルとかアジとか。一つはチヌカサゴ、まあ根魚、チヌそっちカサゴハタ、もう一つはメバルと、あとシーバスもいけそうだな。表層で。表層でちょっと分かんなくなってきた。旗とか言ってるのに今度表層でってなって。2つね。2つあるってことですね。あ、そっかそっか。そういえば今年一番伸びたテスターは誰ですか？オフィシャルアングラーで、さっきもやっぱ話出た、なんか佐藤さんはやっぱりバトルで、バトル今年2回出てるんで。そっか。だから割とここ最近じゃ最多出場なんじゃないですかね。まあ伸びる伸びないっていうのはなんていうかな、まあプロアングラーのなんていうかな、答え合わせというか通信簿になるのはイベントの時のね、こう、来てくれるファンの数だったり、写真やサインを求められる量だったり、そういったところがその1年間のね活動の成果、上がる下がるいろいろあるんだけど、そういう点で伸びたのはまあなるみちゃんとアズは伸びたよな、多分。いや、だって97だってさ、突然さ、私自分一人で魚玉入れしたことがないっつってさ、まあ確かに女子プロってそうなるじゃん、誰かがいるから。だから確かにそうなるよねっつって、じゃあやってみようかって言った5本目が97だってすごくない？いやおっしゃれ。出た
へいへいへい。こういう時はもうよっしゃ。うわ一本外れる。はい外れたもう今のはね外れる気しかしてなかったです。まあ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 、でも自愛というか反応が取れたんで。反応取れましたよ、ね、いいんじゃない。まあ今のはしょうがない。男性陣は誰だろう。そういう点ではドーンって人いないかも。あ、でも浦岡さんこの間北海道の飛龍君、山本飛龍君は確かにもしイベント来てたら結構この子が飛龍君かってなりそうだね。すごいポテンシャルある子だったと思うよ。僕はお会いしたことないですけど、そういえば秋一発ロケだけど長崎の宮崎講習本当に無双だったらしいから、しかもほとんど喋んないんだってでディレクターが「ちょっとなんか喋ってください」って言っても「はい」っつった後喋んないんだって。それは新しい。もうあれですよ、もういいから見てろってやつですねでも淡々と確か91頭にボコボコねなんか釣ってくらしいから。すごいな。喋らなくていいいいから見てろいいから見てろかっけえな。かっけえよな。じゃあ来年伸びてほしい人、ダメ出しなしで。伸びてほしい人というか、多分、注目すごいいっぱいされるだろうなって思う人は、えのけんさん。えのけんね、まあ前からっつってもまあ4年前ぐらいから知ってるんですけど、本当やっぱ調校頻度と釣りに対する熱意すごいね。やっぱすごいんで、それが今までもやってたけど、まあブルブルの発信力とかそういうところも含めて、世に知られていくんじゃないかなっていう。すごいな。確かに来年伸びそう。多分バトルとかなんか1回出れば、もう釣りは本当めちゃめちゃうまいので。上手だったよ。俺も一日一緒にやったけど、すごいうまい人だなって。こういう時釣るのが一番現場のみんなが信頼してくれる。そうだね。トップは出そう。トップかワームかブローインジャーキングか。なんか最近はもうその次なる一手を何か俺結構探してるんですけど、絶対まだ何かあると思っていろいろ考えてるんですけど、なかなか難しいな。いろいろ釣れないんで、だんだんテストルアーにこれがやばくてさ、ちょっとユースケに動き見せたかったね。これまだ俺一人でやってるんで。でこうなの。言わないでよでこうなんだ。こう。いやこれ楽しいな。まだ映さないでおこうかな。これはね。さっきもピーカじゃん。見てこの動きやばくない？このその速度でそんだけ動くんですね。さあ、あとはなんだ、イベントか。イベントはまず一発目は横浜賞。そうですね、大型賞横浜賞です。なんか過去最大のコマ数取ったって。取りました。年々2コマずつ増加してますすごいすごい。もうその辺で止めといてくれてから多分販売数も、まあ、もちろん去年から販売できるようになったんですけど、なったと思うんですけど、販売数も去年を上回る個数準備してますので。そうだね、横浜賞は物販の流れがはっきりできたんで、各メーカーめちゃくちゃ気合い入れてると思う。プラスなんかブルブルさん出ますかって俺めちゃくちゃ聞かれたんで、夏、みんな結構がっつりだから過去最多出店数でしょ。でみんな多分しっかり物販用意してくるし、お客さんも去年ね物販のそういうフィッシングショーを初めて体験して、絶対楽しいですよ。そういう感じかっつって、多分皆さん予算もさ増やしてさ、お小遣い貯めたりして来てる人もいると思うんで、まあちゃんと俺らもしっかりしたもん、なんか魅力的なもん作んないと他社に負けちゃうよね。各社みんな楽しそうなもの作ってくると思うんで。そうですね。この間も会議で話になったけど、
なんていうかな、今ねブルブルどこもさ出てくださいってなってるじゃん、はい、だけど今のうちのスタッフで全部出ると全くねスケジュールが持たないのと気持ちも持たないっていう中で、まあ俺の判断でやっぱりこうなんていうかな、マンネリ感とかああっていう気持ちの中でさ出るショーって、はい、俺らにとっても良くないし来たお客さんにも失礼じゃんそれって。そうです。だからやっぱり伝えたい気持ちがあふれる時に出たいなっていうふうに考えると、はい、イベントによっては2年に1回とか3年に1回、そうですね、毎年出られないよねっていう結論を出したんだよね。まあそれ 2,3 年前に。そうなんですよ、去年出てくれたのにっていう、今年はなんで出てくれないの、ね、どうしても去年は出たのにって言われちゃうんだけど、まあそういう方針だっていうのはちょっとなんかご理解いただきたい。全部そのイベントなるべく幅広く出ようとしたら、まず全部出るのは無理ですからね。そう、全部で出られない。なのでこの年はこことこことここみたいな感じで、しっかり計画練ってをちょっとやってるんで。そういえば村岡さん、去年の年末動画で新事業、来年は新事業を始めるっていうので、はいはいはい、それは1年経った今どんな感じなんですか？そうね、今現状話すと土地の開発がほとんど終わって、はい、今造成中だったんだけど、まあ、半年ぐらいで終わらす予定が1年ぐらいかかっちゃって、やっとこの12月ぐらいで、まあ、それでも 90% かな、1月には全部終わるかなぐらいなって、でやろうとしてた事業がいくつかあるんだけど、まあ、できる事業できない事業をちゃんと取捨選択して、はい、まずエビの養殖事業が始まるんだよね。はい、社員2人入って、で食品産業としてやるんではなくて、あくまで生きたエビを使って遊びを作り出そうと思ってるんで、1つ目は釣り堀だよね。釣り堀、エビの釣り堀もその敷地内で営業を始めようかなと思ってて。エビ、日本にさ、エビの釣りやったことないです。なんか俺世界あちこち釣りして回ってて、はい、まあなんか大抵の国にはあんの、エビの釣り堀が。だけどなぜか日本にはなくて、やったらめちゃくちゃ面白いし、ほとんどのとこはその釣ったエビをそのまま食べるんだよね。料理してくれて食べさせてくれるの、はい、だからこういう遊びなんで日本にないんだろうと思ったら、要は生きてるエビが手に入んないんだよ。はい、で日本人エビ好きなのに、やっぱ南の方で車エビの養殖やってるぐらいで本州でさ、はい、ないから、結局その都市圏で生きてるエビが手に入らないのがない理由なんだろうなと思って、じゃあそれ用にちゃんと養殖してる、はい、事業をやってみようかなっていう。でそれが、来年のゴールデンウィークにその千葉県の富津市の金谷で開業できるように今一生懸命準備してるんだけど。じゃあ割と近いってことですね。割と近い。もうあとこの動画から4ヶ月後ぐらいだけど、この動画見てる人が一番チャンスがあるのは、西日本フィッシングショーと大阪フィッシングショーにキッチンカーとして出れないかなと思ってて。ガーリックシュリンプを。ガーリックシュリンプを。店の名前はゴールデンシュリンプって名前になったんで、はい、ゴールデンシュリンプとして出店して、でまあ釣り人の皆さん相手だから、ガーリックシュリンプでもいいんだけど、なんとゴールデンシュリンプカラーっていうナレージを作ったんですよ。エビの、はい、それが1個ついてくるガーリックシュリンプの釣りのフェス限定メニューもあってもいいかなとか、でブルブルでこういうことやってますよっていうのをちょっとなるほど知ってもらいたいなっていうね。だからゴールデンウィーク開けといてほしいのはユースケ、人が足りないんだよこれ。ゴールデンウィークは来年のゴールデンウィーク絶対人が足りないんで、はい、ユースケも3日ぐらい店頭に立ってほしいんだよね。金谷に店頭に立ってほしいし、はい、僕がいますんで皆さん来てくださいって告知してほしいの。エビの着ぐるみとかやりたいです僕。
じゃあ作るよ。いいですか？いい、作る。俺着ぐるみ人生で一回やってみたかったんですよ。ああ、ね、いいよね。着ぐるみで、上2メーターぐらいちゃんとエビの頭伸ばしてあげて、はい、一回倒れたら自分で起きれないように作ってあげる。で、子供に、はい、あの人倒してごらんっつってバーンって倒してで、倒れたらもう自分で上がれなくて誰か起こしてくださいみたいな。そうやって来た人を楽しませてくれたら嬉しいです、はい、いいですね。チータンぐらい暴れてくれぐれもそれで海に落ちないでほしいけどなんか良くなるかと思いきやそのままそうですね、しょぼくなっちゃいましたね。はい、さあ帰って紅白見ないと。そうですねおせち食べて、あ、それ明日だね。年越しそば食べて、はい、これでこの後つなげる動画があったらめちゃめちゃ面白いですけど、後日です。また31日です、今日もそういうのがあってもいい、はい、ってことで、はい、今日は終わりたいと思います。はい、それあるかわかんないんですけどね。なので、そうだね、一旦、お疲れ様でした。今年も1年ありがとうございましたということで、2025年も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また、皆さんいっぱい来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。